竹の展示会はもうすぐそこにね、ノートルダム大聖院が見えるようなそういったロケーションで、開催しております。こうやってちゃんとこうポスターもありますね。これが今回の竹の展示会のポスターなんですが、入り口を入ってみたいと思います。旅行代理店のオフィスの中の一角にですね、ギャラリーがあるという感じなんですが、まず入って右側に、ちょっと恥ずかしいですね、自分のパネルが展示されておりますけれど、まず左手に、米揚げざるですね、米揚げざるがまず展示されています。これもね、本当に作る人が少なくなって、色がいいでしょうこれ、本当はね、もっと白い色だったものが時間の経年変化でね、こういった色合いになっています。縁巻きなんかもすごい綺麗ですね。大体ねこのカゴ類っていうのはこの縁巻きでねうまい下手が出るんですが、非常にうまい職人さんが作った米揚げざるです。特にねこの米揚げざるのいいとこ見ていただきたいところは、この裏に通し中この竹ひごのこの3本ですね、竹ひごのこの3本、これが重たいお米を入れて例えば動かすときに、持っていく場合はあるんですけれども、これひごずっていく場合にね、ものすごくその地面を滑りやすくするために、通されている竹がと、こういった機能性を追求した作りになっているカゴなんです。それとこれなんかも茶碗カゴとして、昔から使われた目カゴであったりとかですね、これは虎竹で作った森カゴですね。そして最近、以前作っていた職人さんが作らなくなってずっと廃盤になってた、風呂敷型になった竹かごを復刻したもの、こういったものが並んでます。その横に、米研ぎざる、この米研ぎざるもよくできております。縁巻きが綺麗ですね。それと片栗ざる、この片栗ざるも米研ぎざると同じような使い方をするがですけど、洗ったお米なんかがねこう出しやすいように容器の別の容器に移しやすいように片一方が空いてると、だから片栗ざるっていうんですけどね、こういったざるになってます。そしてこれが脱衣籠ですね。目ご笹といってですね、竹の中でも結構この細身の竹を編み込んだ籠なんですが、これがなかなかね、これも虎竹なんかっていうのもだいたい11月から1月いっぱいの短い期間に伐採するんですが、この目ご笹っていうのを取る時期が本当に短くてね、で取る期間が短いだけではなくて、取って青々とした時に柔らかい時期にすぐ編み込まないとすぐね硬うなってしまう性質を持った竹なんですよ。で割と取ってすぐ編むというねことで結構作り勝手が悪いというか、なかなかね製糸をするのが大変なカゴなんです。これは高知県なんかでもよく作られてましたけれど、もう僕に入社する本当30年ぐらい前にはもうすでにもう幻のカゴとかって言われて、なかなか作ってる職人さんがいなかった。やっぱりそういった取った材料を例えば寝かしておいてね使えるとか、1年通して使えるとか、虎竹なんかそうですね、一回決まった時期に伐採してないかんのですけど、油抜きをして1年間通して使っていけるんですけども、そうでない、
伐採してすぐまたそれを使わないかんとなるとなかなかハードルが高い、そのあたりも、幻のカゴと言われてたゆえんじゃないかなというふうに思ってます。昔はね、銭湯なんかがたくさんあってそんなところでね、よく見かけた家具なんですけど、今ではあんまり見かけることの少なくなった家具です。青々とした家具がだんだんこういった落ち着いた色になってもっと枯れた色になっていく、そういった経年変化も楽しめる家具の一つです。でこれは草取り椅子ですね。こういった家具なんかも、本当に素朴な、ただ昔から日本人の暮らしの中で使われてきた家具なんですが、意外とその日本人でさえ知らない、日本はやっぱりそのお米の文化ですからね、お米を田んぼで育てて、それを収穫して、でそれを精米して、食卓に並んで、食器を洗う、で残ったお米を、保管する、こういった生活のそのお米を生産して、食していくその、シーンの中にですね、全て竹が関わってるんですよ。そういったことでこの稲取りかごというのは稲をより分ける時に使われてたかごですので、かごというか椅子ですね、椅子焼き、この展示会にふさわしいかじゃないのかと思って持ってきております。これね、やっぱりこの竹のクッション性があって座った時にはね、ほんと座り心地いいんですよ。ところがやっぱりその体重は結構かかるもんですから、これ見てください。結構ねごっつい竹を使ってます。厚みのある肉厚のねごっつい竹を使ってて、もう全然座っても、僕なんか座っても全然平気やしね。こういったやっぱり竹のやっぱりその銃の部分と剛の部分っていう、やっぱり竹のね竹って一見その相反するような性格を持った素材なんですけど、そうやって製品が作れるっていうところがやっぱりいいところですね。さてこっちには竹トラッカーとか、去年竹トラの125周年で制作した令和125号、あるいはそのレッドブルの大会に出場した時の写真だとかですね、スペイン・ビトリアのボックスカートレースに参加したトラタケアーマーですね、こういったのも展示していただいております。下には御用家具ですね。この御用家具なんかっていうのも、昔はね、いろんなところでいろんなシーンで使われてました。いわばね、今で言うと本当その段ボールの代わりのような形で、ありとあらゆるそのものを入れて運んでいる、そういったシーンで使われてきた家具です。この幅の広い縁の竹、それから特筆すべきはね、これです。この裏のほら力だけこんなに丈夫に、やっぱりその、ガンガン毎日使う、仕事をする竹ですからね、できるだけ丈夫にということで、これだけ力だけを使ったカゴになっているのが特徴です。あんまり竹のことを知らない方でも、もしかしたらですね、昔自転車とか、それからそのバイクなんかに、このカゴを縛り付けて走っていくおじさんなんかを見かけたことがあるじゃないかと思うんですが、これは全部この御用カゴと言われるカゴですね。このごつさ、堅牢さ、このタフな形、なんとも言えないですね。なんとも言えないです。これがなかなかもう今では作る職人さんがいなくなったカゴの一つです。その上にね、うなぎを取る、高知県なんかでは受けと呼んでいたカゴを用意してます。展示してます。これはね特徴的な受けで、どこが特徴的かというと、ここをよく見てもらったら分かるんですが、実はねこれ一本の竹を割って、でそれに、横編みのひごを編んでいって一本の受けにするという、そういったね、
受けなんです。ちょっと普通の受けとはねちょっと違った面白い受けなので、今回展示用に持ってくることにしてます。そしてこれがビクなんかっていうのも、フランスの方にビクとかって言っても知らんのじゃないですかって聞くと、いや結構ビクなんかっていうの知ってて、ビクという言葉自体知っちゅうというようなことだったので持ってきたんですが、これは鮎を入れる鮎かごと、鮎かごですね。そして干物だとか野菜とか、いろんなものを干すこういった平ざる、こういったのもね、たくさん作られてました。今では結構少なくなりましたけどね。でこれもね、このかっこいい形っていうのは結構難しくて、縁巻きもきれいに作ってますね。名人が作ったかごです。非常にきれいに美しくできているかごじゃないかと思います。でここにはね、4箇所のこういったガラスケースっていうのも用意されていて、その中にいくつか入れてるんですが、お弁当箱を入れてます。一つがむつべの弁当箱、白竹と虎竹を組み合わせたむつべ弁当箱、それとちょっとこれ珍しいんですけどね、なんでできているのかお分かりでしょうか。これはね、これが実はね竹の皮なんですね。竹っていうのは本当素晴らしい素材でね、竹の缶はもちろん、竹の根、あるいは枝、そして葉、ありとあらゆるところを利用できるわけなんですけれども、タケノコの皮ですね。タケノコの皮っていうのも、タケノコの皮っていうのもタケノコの皮のことですけどね、タケノコの皮っていうのもこういったね、工芸品に、弁当箱をはじめ、今作ってあるもんでいう、お皿なんていうのもありますね。お皿であったり、それからちょっとしたこの、箱型のポシェットのようなものだとか、そういったものも作られています。面白いでしょ、竹の量っていうのはね。だから普通に竹ひごでなんか細工するだけじゃなくて、いろんな部分が使われているということです。それ知ってほしくてね、僕は持ってきております。でそれと祝儀かごですね。これは祝儀が決まった時に、この中に鯛を入れて、持って行っていくというものなんですけど、これなかなか高知県以外ではあんまり聞いたことがなくて、もしかして高知だけの風習かと思ったら、やっぱそうじゃなくて、似たようなカゴ、形は全然違うんですけどね、形は違うんですけど、やっぱりその、祝言の時、鯛なんかを入れて持っていくカゴっていうのはね、各地にところどころあったようではあります。ただやっぱりその高知県ではね、結構これ魚屋さんが祝儀かごというのを持ってたりする。だから昔は結構その盛んに祝言のたんびにその、魚を入れて、持って行ってたんじゃないかなというふうに思うんですけど、特にその魚のね刺身なんかのことを高知ではお生とかね、生とかって呼ぶんですけど、生はぐそ坊主とかっていうこともありますわね。で生臭になるって言うとあんまりいい言葉に聞こえないように思いますけど、高知なんかでは生臭になるというと、祝言が決まったよと、結婚するよというような、ちょっとおめでたい言葉にね、使われたりするというようなこともあったようです。祝儀かごですね。僕の小さい頃は結構お店にもたくさん置いてましたんでね、思い入れのあるかごの一つです。で、こういったパネルが用意されています。で今回はね、ものすごく僕その展示でいいなと思ったのは、職人さんのね、パネルがね、4、5枚、用意されていて、それを随所に、飾っていただいてるんですが、やっぱこちらの方は竹の職人さんがどんな形でどんな人がどういうふうに仕事されているのか、手仕事をどういうふうにつないでいるのかっていうのが分からんと思うんですけれど、こういってね、パネルで展示することによって、ある程度そういった雰囲気が伝わっていくんじゃないかなと思います。そういったことで作られている一つが、この実ですね。この桜の実という、竹虎では呼んでますけれど、この実はね、日本で一番美しい実じゃないかなと自分は思ってるんですけれど、実っていうのはね、西日本だけでも
確か33箇所ぐらいで作られてて、要はその33通りのいろんな形があったんですね。で、もしもそれ東日本なんかでは竹じゃなくて木を使ったようなものもありましたので、そうすると日本全国でたくさんの数の実があったということになるんですけれど、この実はですね、まずこのフレームの部分が使われているのがこれビワの木です。そして、桜川、このちょっと茶色い部分は桜川ですね。で、横に編んでいる竹は蓬莱竹っていう細い竹なんです。よく護岸なんかに植えられているね、ちょっと南方系の竹で、マダケだとかハチクのように横に広がっていかない、根で広がっていかない株立ちの竹なんですけど、これは使われている。で、それとこの樺という、いろんな素材を使われているね、この山の素材をいろいろ巧みに使って、ね、作られた、実の中の一品じゃないかというふうに思ってます。で、なかなかこの展示ではね、その細かいところまでお伝えすることができなくて、ちょっともどかしさも実は感じたりしているんですけれど、海外の方にね、日本の伝統文化とか日本の竹細工、本当にその何百年何千年という歴史の中で研ぎ澄まされてきた、生活の中で鍛え上げられてきた、もうこれ以上足せない、これ以上引けないっていう究極の形であり、様式、編み方、作り方ですので、もっともっといろんなことを本当はね、お伝えしたいんですけど、なかなか詳しいことまでは無理だろうということで、今回随分割愛している部分があるんですが、そういった一つになろうかと思います。これ、このね、半分から向こうと、半分から奥っていうのは、この表面から見た時の色が違うの分かりますかね。こっち青っぽくてこっち白いじゃないですか。これは何かっていうと、実というのはその穀物をより分ける、振り分ける道具ですので、このね、前半分にはね、蓬莱竹の竹表皮部分を使ってるので、この奥から向こうの白いところはその蓬莱竹の表皮を取った実の部分で編んでます。つまりこの実の方は滑りにくくて、この表皮の部分は滑りやすいです。奥の方には滑りにくい竹材を使って、前の方には滑りやすい竹材を使って穀物がね、より分けしやすいというような工夫がされているというような、そういった実です。こういったね、細かいところが、だからこういった使い勝手の良さ、機能性を追求すると、こういったツートンの美しい色合いになっていくという、本当まさにこれ洋の美と言えるんじゃないかと思うんですけれど、こういったこともね、もっともっと詳しくお伝えできるようになればもっともっと面白いんですけどね、なかなか今回はそこまでに手が回らなかったんですが、こういった桜実です。それとちょっと行き過ぎましたが、ここには、白竹の、角弁当ですね。これもう定番の形ですね。昔からずっと使われてきた角弁当を展示されていて、この横にはね、日本唯一の虎札で作られた二段弁当箱が展示されています。こういった二段弁当箱、この虎竹っていうのも、たったの 1.5 キロの間口でしかできなくて、山の麓から頂上までは竹があるんだけど、頂上になって向こう行くと全く竹が生えてないっていうような、そういった特殊性であったり面白さ、あるいはよその地域に植えてもこの竹が育たないんだよとかっていうことだとかですね。でそれがその土中にある特殊な細菌のせいだと言われていたり、いやいやそれが高知県のその潮風ですね、強い風が吹く地域ですので、潮風であったり、あるいは強い日差し、そんなものも影響してたり、ところがそれが最近の温暖化でこの色づきがだんだん悪くなってきてるんだよというようなことまでね、いろいろ話したいことを言えば尽きないんですけどね、なかなかそこまでは虎竹についてもなかなか詳しいところまでは説明できないので、高知特産の竹だよというようなところでお話をさせてもらってます。このね、二段弁当箱、ピクニックなんかに使っていただくようにしているんですけれど、
今ね、これは運動会なんかでよくね大活躍するカゴの一つではあるんですが、もともとはこういったものはね豆腐カゴと言われて、プーパープーパーと言ってですね、昔は笛を吹きながら豆腐を売りに来おりましたんで、そういった豆腐を売りに来た豆腐を入れて家に持ち帰るカゴであったというような歴史もあります。そうって考えたらね、今いろいろ使っているそのザルやカゴなんかっていうのは昔の使い方だと随分、もちろんその生活が違うわけですからね、使い方っていうのもどんどん変わってくる。もっと言うとですね、例えばちょっと戻ってですね、この米研ぎざるとかってありますよね。この米研ぎざるがどれぐらいの大きさ感かというと、僕の手と比べますともうこんなんですよ。わかりますかね。これぐらいの大きさです。でところが昔は今はね各家族で家族の人数が少ないのでこれぐらいのサイズになってるんですけど、昔の米研ぎざるとかってもっと大きなね、サイズです。やっぱりその人の生活、暮らしに合わせてですね、竹細工もちょっとずつこう変化してきているということじゃないかなと思います。それとここに展示してあるのがこのビクを模した花かごになってますね。これとビク型の花かごっていうのも掛け花かごですけどね、後ろにこうかける、後ろに後ろにちょっとこう引っ掛けてかけるところありますけど、こういった掛け花かごなんかっていうのもたくさん作られてました。今は割と少ないんですけどね、昔はたくさん作ってた。千利休が川漁師の避けていたビクを花入れで使ったというような有名なお話がありますけど、こういった形はね本当美しいですよね。美しいものです。今回ほんでね、ずっとその四国では大雨が、去年です一昨年でしたかあってから竹の皮は非常に取れなくなってたんですよ。っていうのはこういった竹の皮っていうのはね、結構五感の防災用に植えたマダケだとかから結構使われてましたんで、そこがその豪雨で結構被害を受けて、生産ができなくなっちゃったんですけど、ちょっとね復活したものがありましたので、今回竹の皮をね、こちらの方はあんまり見たこともないだろうと思って持ってきます。こういった竹皮を使って、竹皮草履だったりで、お弁当を包む竹皮にしたりもするんですが、いろんなことで使われています。これがおじさんの懐かしい職人さんのパネルがちょっとこうずっと並んでいますが、その横にあるのが抱き枕ですね。こういった抱き枕なんていうのも最初こちらで見た時は魚を取る道具かなんかだというふうにこう言われたりしてたんですが、こういった抱き枕ね、日本だけじゃなくて韓国だとか中国、台湾、それから東南アジア一帯にですね似たようなカゴっていうのは実はたくさんあって、それぞれやっぱりその湿度と気温の高い地域ですので、これを抱いて風通しのいい涼しい感じで寝る、抱き枕、抱き婦人みたいな抱き婦人とかというような呼び方をされているカゴの一つです。これはね、これもね、実は 3.11 で、非常にその日本中が節電ブームになった時がありました。で今はそんな言われてないですけど、非常に節電と日本中が言われた時に、エアコンの温度もちょっと暑いけれど我慢してちょっとそんなに寒くせずに設定温度を上げましょうみたいなことを言われてて、でその時にですね、結構特に都会の方ですね、東京なんかやっぱり今暑いですもんね。また高知なんかだとどうかしたらその窓を開ければ涼しいっていう日なんかあるんですけど、やっぱり都会とかはとてもね都市熱っていうんですか、昼間も暑いけど夜も暑いということで、とてもそのエアコンなしでは寝られないんやけど、そのエアコンのちょっとでも温度上げる中でちょっとでも涼しく自然の涼を取りたいという時に非常に人気で、復刻して、たくさん作った覚えのある抱き枕です。竹皮を
その下にはね、その下には竹皮を選別する職人さんがおりますね。このね、竹皮の種類だけでもちょっとすごい種類なんですが、この本当に職人さんがね、神業でガーッとたくさんこう積み上げられた竹皮の中から1枚ずつ手に取ってスッ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 、その品質別サイズ別により分けていくんですね。本当これ初めて仕事を見せていただいた時に感動してね、この技はすごいな、神業だなと思ってこの時写真を撮った覚えがあります。もちろんね、これこの竹皮はね、収穫した時、収穫して干すとくるくるってやっぱりどうしてもイカを焼くとちょっとこう丸まってくると思うんですけど、竹皮もね乾燥させるとクーッとこう丸まってくるんですよ。でそれを一旦平たくのすという作業があるんですが、そうやって平たくのしてきれいにした竹皮をさらにこういってより分けて出荷するという、そういった作業をされていた時の仕事の一シーンです。それとこちらのケースの中には青竹のざるですね、そばざる、そして、今回ね竹っていろいろ真竹、孟宗竹、八九、虎竹、いろんなものがあるんですが、その他にもよく使われる細工に使われる竹として、鈴竹という竹があるんでね、これは鉛筆ぐらいの細さしかなくて、細さしかないんですけど、これ四つ割れにして編み込むと本当に堅牢でしなやかで、この竹で作った弁当箱は本当に弁当箱中の弁当箱と言うてもいいようなね、使い勝手の良さです。このままカバンとか入れてもね、しなりがあってね、通気性はあるし、本当に長く使えるいい素材の弁当箱なんですが、鈴竹がね、実は今年開花をしました。で開花をして非常にその材料がね少なくなっているところなんで、なかなか出来上がりにくいんですが、どうしてもこう一つね、展示用に持ってきたいなと思って持ってきたのがこの鈴竹の弁当箱です。でこういった弁当箱に入れるご飯を炊くわけなんですけど、今は保温ジャーだとかなんだらがあってですね、ご飯を炊いて残ってもそんなに問題になることもないんですが、昔はこれ大問題ですよ。で、ちょっとでも孫を保管したい、置いときたいということで、実はこういったこれ飯かごって言いますけど、飯かごに入れて、なぜ持ち手がついてるかというと、こういったひさしのね高いところにこう吊り下げて、風通しがよく、涼しいところに、下げてご飯を長持ちさせたと。そういった使い方をしていたカゴです。でこのね、飯かごなんかもさっきちらっと言いましたけど、昔の飯かごはこんなサイズではありません。もしかしたらそうですね、どうでしょう、今の家族、2人3人、の家族でしたら、もしかしたらこのサイズの大きさの飯かごでも大きいかもしれないですね。ところが本当昔の飯かごというとやっぱり、おじいちゃんおばあちゃん、お父さんお母さんご家族本当に多かった大家族だったんで、この飯かごなんかもね大きさが2倍3倍あるような飯かごはたくさん作られてました。それが今ではこれでもちょっと大きいかもしれないですね。お一人様のワンかごなんていうのもね今竹虎にありますからね。はい。で、これが茶碗かごを作ってる職人さん。茶碗かごといったらどんなものかというと、こういうやつですね。この茶碗かごも本当によくできててね、下は四つ目浴びで水切りがいいし、この縁巻きも綺麗でしょ。縁巻きも綺麗で、大体こういったかごの特徴的なのは全部足がついててね、下をこういうふうに見てもらえればいいんですけど、通気性がいいように上げ底になって風通しがいいように全部作られています。こういった茶碗かごにはね、僕の小さい頃の思い出がたくさん詰まってて、本当
高知でお客って言われる、宴席があるんですが、そんな宴席に集まった大人たちがどんどん使う食器を、こんな小さな小ぶりのね、ワンカゴじゃないです、もっと大きなワンカゴに入れてどんどんそう洗いながら、もう干すとこなくなるから、もう庭先にダーッとこう並べてたというような。でもそこにたくさんの人が集まり、たくさんの笑顔があり、本当にその温かい雰囲気に包まれている、そこにの横にいつも竹が寄り添ってたというね、何とも言えない、温かな気持ちになるカゴで大好きなんですが、そういったカゴを展示させてもらっています。そこの横のガラスケースには、これは竹川草履ですね。竹川草履なんていうのも多分その全国でね、昔は靴がなかったわけですから、いろいろ作られてたと思うんですけど、今も作られているのは高知県だけだというふうに思います。これだけ綺麗なね竹川草履っていうのはなかなかない。これが、昔は外履きとして使ってましたけど、もう今やね、フローリング多いですよ。でフローリング履きとしてね、これは僕本当世界一のフローリング履きじゃないかなというふうに思ってます。夏は涼しいところが、冬は自然のぬくもりがあるんですよね。これが不思議なんですよね。これ履いてないと何とももうずっと僕はもう何十年で履いてるんで、これ履いてないとどうもね、室内でも落ち着かない。梅雨時のジメジメしてた時ね、風呂上がりなんかにフローリングなんかでこう歩いてると、もう足気持ち悪いじゃないですか。これ履いてるともうやめられないですよ。心地よさ、なんとも言えない心地よさがあって、しかも竹のね、竹川の天然の抗菌性なんかもあるというね、ほんと優れものですね。はい、ここにはまた、これはザルを編んでる、職人さんなんですが、こういった形で編んでるよということを分かっていただけて展示させていただいています。横には二重編みになったザルですね。これ二重バラとかっていう呼び方をするんですが、二重になったザルです。この下の普通はね、この細かい下の網代編みしてる、これだけでそのザルが作られるんですが、この二重バラは二重編みのザルはですね、さらにその強度を増すために、六つ目編みの補強を入れたと。このねデザインがでも本当面白くてですね、見た時に何とも言えない。外から見るとね、なんか月が出てるように見えて本当美しいんですけど、こういったザルも持ってきてます。でこれが土佐網代と言われるカゴの手提げカゴですね。そこが網代編みになってるでしょ。網代編みになって編み込まれている。縁はエビ止めという技法で作られているんですが、かつて高知県でね、たくさん作られてて、県の特産品というような形で県外のデパートとか量販の販売店なんかにもたくさん売っていたというような歴史もある手提げかごです。これも色が良くなりましたね。最初はね、もっと白っぽい、もともと青い磨きって言ってね、竹の表皮を薄く剥いで、剥いだひごで編むんですが、剥いだばかりの竹ひごはね若々しくて、それ自体も美しいんですけどね、まだまだ若いんですよ。青い色してます。ところがそれがね、時間の経過とともにこういった落ち着いた色合いになって、赤茶色に飴色になってきて、さらにこう艶が出てくると。やっぱり竹細工っていうのは時間の経過とともに育つ、時間という職人が作るもんでもあるんじゃないかなと。こういったね経年変色を見ていていつもつくづく思うことです。時間が経てば経つほど美しいもんね。美しいですね。だから日のね、日当たりが随分関係しているんです。この横の部分なんかっていうのと、この底の光があんまり入らないということは色が随分違いますんでね。だから結構その外で使われてきた磨きのカゴとかっていうのは結構いい色になってますね。はい、その横にもまたビッグを並べています。
このビクはね、篠竹といっていう、竹で、これも鈴竹に似てますけど、ちょっと細い、笹類の仲間になるんですが、そういった竹で作ったビクなんですけれど、このビクの特徴はね、これ実は分かりますかね、ちょっとこう繊維の流れが見えてると思うんですが、これ竹の内側なんです。でこのカゴの内側に竹表皮、つまりそのツルツルした竹の表面がカゴの内側になるようにして編まれてるんです。でこれどうしてこうしてるかというと、こうすることによって中に入れる魚が傷つかないように、できるだけ傷まないようにしてるという、そういった工夫です。結構こういったね、本来だったら外向きに竹ひごの表面が外になるんやけど、綺麗なツルツルした部分を内側にしたビクっていうのをね、たまに見かけます。よくね、注意をしてないとなかなかわからんのですけど、ぜひね注意してお手元にもしビクがあったら見ていただきたい。昔の人のやっぱり工夫っていうかね、川漁師さんなり海の漁師さんなりの思いやりなんですかね。その魚が少しでも傷つかないように、内側に竹の表皮を持って、編み込んだりしてます。これがね、ほんでまたこの横にある醤油かごなんかって言われても分からんわね。実は昔はね、それぞれのご家庭で、お醤油も作りよったんですよ。でお醤油の材料を樽に入れるわけなんですけど、入れて作っていくわけなんですが、その中にこのザルをブスブスと突っ込むわけです。そうするとこのひごの間から、こされた醤油が染み出してくると、染み出し醤油なんていう言葉を聞いたことあるんじゃないかと思いますが、これで、醤油を作っていたということなんです。でこの間実際に2、3年前まで、このカゴを使ってお醤油を使っているという農家さんにお話を伺ったんですが、結構ね大きさ的にもこれぐらいのものを使ってたというんですが、大体底のないね、これ底がついてますけど、底のないただの円筒状のものを沈めてたそうなんです。だから円筒状のものを底がついてないもんで、そこに藁を詰めたりなんか詰めたりして沈めよったということなんですが、これ地方によるんですけれど、これは、底のついたやつでこのままズブズブっと沈めるようになっている、そういった作りになってます。でこれがね、結構液体状のものの中に入れてそのままで使うもんですから、結構耐久性とか要求されるんで、厚めのね竹ひごを使って、本当武骨に編まれているカゴです。もう生まれてしまったら本当ね目立たんなる、本当縁の下の力持ちみたいな。けど醤油ってね生活になくてはならなかったですからね、そういった中で活躍してきた、かっこいいね、かっこいい男らしい、そういったカゴの一つじゃないかと思っております。この揚げざるもね、さっきちょっとビッグでありましたけど、こう見てもらったら分かるかな、一本のこの竹を細く割って、でその割ったひごを利用してずっと編み込んでいると、こういった匠の技ですね。こういったものも本当に少なくなりました。ちょっと珍しいんでね、今回のパリの展示会に持ってきてます。今回の企画展の説明書ですね。説明書をこういったところに置いて、来たお客さんに見ていただくというふうにしています。竹の花のことなんかも載ってますね。こういったものを展示されてて、横には、カゴのパネル、そしてもうちょっとですね、実はまだ横にあってですね、これ脱衣カゴですね。
これはね根曲がり竹って言ってまたこれもちょっと違う竹で、作った籠なんですが、根曲がり竹っていう竹で作った、脱衣籠。元は脱衣籠じゃない、やっぱこれなんかも農業の農作物を入れて運ぶ籠として使われてたんですが、今ではその脱衣籠だとかではマガジンラック的に使われる方もありますよね。そういったものに使われている籠を持ってきてます。でその横にねこの軽いっていう背負い籠を展示してるんですが、これ分かりますかね。背負い籠にしたら随分小さいな。実はねこれは軽い、もともとその背負い籠だったものをここにちょっとこう紐がついてますけど、紐にこれで引っ掛けてレター入れだとか小物入れに使ってもらう、ミニチュアですねとして作られたものなんです。この軽いはねよくから見てもらうとどうですか。この三角の形、下がしぼもってるんで物がたくさん入らんじゃないかとかって思ったりするんですが、実はこれですね、これを作られている地方はものすごくその急峻な山あいばっかりのとこで、このままだと自立しないんだけど、もちろん下が狭まってますから立たないですよね。平地では立たないんです。ところが急斜面のところに置くにはちょうどになるんです。で傾く時にも急斜面に寝かしておいてふっと傾ける、重たいものでも傾けるっていうね、そういった特徴がある。もうこれも地域性のある本当に面白い素敵な背負い籠です。ところが本当にこれ背負い籠の中では本当に秀逸な日本一の、背負い籠と言ってもいいんじゃないかと思うんですが、これなんかもですねいくら良くても今の生活にマッチしてなかったら売れないんですよ。でどうしたかというと、こういったミニチュアになって小さいものを作って売ってたと。そういったね、日本の竹細工、伝統的な竹細工の抱えている問題っていうか、今のその日本のこういった竹細工って今日本で使われちゃいませんきね。そういった問題点がちょっとお話できたらなと思って、あえてこの小さいものを持ってきてた作品です。その横には抱き枕、さっきの抱き枕の変形ですね。ただのその円筒状のもので面白くないんで、自分ここをデザインして作ったやつです。それとこれが僕の大好きな職人さんがね、自分のお父さんが、休みに映画館に見に行くのに楽しみに、自分用に帽子を作ったと、それを見てね、どうしても自分を作ってほしくて、いくつか作ってもらった写真を展示してもらってます。誰かお名前を書いてくださってますね。お名前を書いてくださってで、これですね、ここに一つ特徴的なカゴを実は展示させてもらってます。これは一体何かというと、実はこれね沖縄のカゴなんですよ。沖縄のカゴでね、名前をジンディールって言います。先ほどここで使ってた蓬莱竹っていう竹の名前を言ったと思うんですが、この蓬莱竹を使ったカゴです。でこれねジンっていうのがお金で、ディールっていうのカゴ、要はお金のカゴっていう意味なんですが、露店でおばちゃんなんかがそのお金をやり取りするお釣りをもらう、何かでもお金のやり取りの中で風が吹いても飛ばないようにといって、こういったね、口が細くなったこういったカゴが生まれたという、非常にその面白い形をしていますよね。ちょっと僕これ形が好きでね、持ってきてるんですけれど、よく今でも近所の魚屋さんなんかでね、上から、ザルを吊るして小銭なんか入れて、やり取りしてた、自分の小さい時なんかよく普通の光景だったんですよね。そんな中なそういったカゴを普通に使ってたんですけれど、これはね特にその、沖縄だからかですかね、風が強い、そういった中で、お金が飛ばないようにと、口を細めて作ったという、そういったカゴです。
こういった非常にね面白い、カゴです。でですね、企画は実はここだけではなくて、じゃん、ここからはちょっとオフィスのスペースに近づいていくんですが、このオフィスのスペースにも、こういったカゴが展示されております。おんちゃんの作ったビクですね。このビクはね、愛妻家の職人さんがね、自分の奥さんとアメゴ釣りに行くのに自分用に作ったと。で、どうしてもお前にはやらんってずっと言ったんですけど、とうとう僕はもうこの形美しいでしょ、欲しくてですね、おんちゃんどうしてもちょうだいやと言ってもらったビクです。いや美しいわ、美しい、もうほんとね。で、横に手提げかご、これなんかもね作った時はね真っ白ですよ。その真っ白なのが5年、10年経つうちにこういった色合いにどんどん変わってきたというものです。これも魚のビクなんですけれど、このビクはね非常に特徴的ですよ。この型の部分がね、ところがこのビクね、あれどこだったっけ、大阪の民族資料館に、なんか仕事で行った時に、ちょっと展示を見せてもらって、ネパールだったんですかね、どっかの、山奥でその研究員の方が見つけてきたっていうビクと全く瓜二つなんですよ。本当だからね、やっぱりその日本の竹文化っていうのはもちろん大陸から渡ってきたというふうに言われておりますけれど、もしかしたら結構ですね、東南アジア南の方から、海を渡ってきた海洋民族のそういった人々たちの影響も色濃く受けてるんじゃないかなと。間違いなく受けてるよね。もう形がだって全く同じだったもん。そういったビッグの一つです。これがね今1号カゴというふうに呼んでますけどね、手提げの、農作業で収穫なんかによく使っているカゴです。こういった展示をね、ずっとやっていただいてます。